まず汁がないのっていう、うちは鶏ガラベースなんですけども、そこにひき肉が入って醤油味のピリ辛のあんかけ、初めて食べたはずなんですけども、なんかどっか懐かしい感じがするっていう方もいらっしゃいます。最初は結構こってりしてるのかなと思ったんですけど、最後のなんか後味とかは意外にあっさりしてたので、とろっとろでもう本当に美味しいです。ニンニクが割と効いてるということと、醤油の甘みと具材の甘みとのピリ辛の感じがすごくバランスが良くて、美味しいと言ってくださる方がやっぱり一番感想としては多いですかね。都城の本店でここでしか食べられないので、それだけ珍しいもんですよと。都城の方はうちの弟を中心に、姉も一緒に手伝って頑張ってくれてます。もう30年が近いですね、弟が継いでですね。大学生の頃宮崎にいたんで、6年前ぐらいに行って週1ぐらいで東京でやっててよかったなって。これやっぱりちっちゃい頃の記憶をこう呼び起こすっていうのはやっぱそのままですよね、味が。これがやっぱりすごくいいですよね。懐かしいというか、家を守る、味を守るじいちゃんのこのアダリアっていうお店をなくしたくない。これからも続けていくための、やっぱり一番強い思いですよね。今日のお昼でもちょっと出てるので、こんぐらいの量なんですけども、量的には。一番最初、このほぼ9割ぐらいから仕込み始めて、10時間炊いて、結果がこれなんですね。はい。100杯作れるぐらいのイメージで、父の目標ですよね。出したい目標。今日はすごく出来がいいです。はい、その日々出来が良くないといけないんですけど、1回沸いたら中火なんです、ずっと。それで4、5時間で一番出汁っていうのが出たら、その後は火全開でまた4、5時間乳化させるイメージですよね。同じようにこれをいつも目指して作ってるんですけど、なかなか、難しいですよね。奥が深いというか。スープが美味しいのができれば、もちろんラーメン作った時も美味しいし、それがダメだと来々も美味しくできないしっていう、それが一番大事ですよね。それはもう言われてきました、ずっと。宮崎の、実家のお店でももう何十年と使ってる、もう50年ぐらいはなるんじゃないでしょうかね、使わせてもらって。片栗を溶いたものですね。とろみ、全然感覚ですね。あんかけだし、麺にもある程度食感があった方がいいと。で、主張があった方がいいということで、このぐらいの太さの、ちょっと太めですよね。つけ麺の麺と同じ刃で切ってる。都城で長年ずっと食べてた人がうちに来ることがあるわけですよね。例えば出張で東京来たとか、食べた時にあれ全然違うじゃん、都城の同じあたり嫌だけどって言われてもダメなんで困るんでね。懐かしいなって言ってもらいたい。そうそう、これこれって言ってもらいたいですね。かけます。はい。
16070ですね。湯がいて22030、250までいかないぐらいですかね。まあちょっと水分で膨らむんで、ボリューム感は割と感じれると思います。まずさつま揚げから。新玉ねぎだと例えば早く揚げないといけないとか、通常の玉ねぎは割とちょっとしっかりガリガリしちゃうといけない。はい、こんばんは。玉ねぎニラが一番最後で、味が決まった時点で天ぷらさつま揚げも入れちゃうっていう感じです。どうもどうも。ごま油です。はい。はい。餃子からいく1番さん。後ろ失礼いたします。失礼します。お待ちどうさまです。大来麺です。よく混ぜて召し上がってください。そういうのあれば。醤油あんの中に鶏ガラいますね。多分それが癖になるのかな。ピリ辛となんか相性が。冷蔵庫でいいよ。トロットロでもう本当に美味しいです。いやもうやばいよ。これやばいよ。いいじゃん。このさつま揚げに関しては、その都城のあたり屋で使ってたさつま揚げ屋さんと同じさつま揚げ屋さんですね。鹿児島の串木野っていう東京で売ってるさつま揚げとは全く違うんで、製造方法はもちろん同じなんでしょうけど、味の付け方が全然違うんですよね。食べてもらえればその違いが分かると思うんですけど、甘みがしっかりあるっていうのと、やっぱ魚介なので、その来年の中には魚介が一切入ってないですから、ここから少し味が出て、深みが出るということですね。鶏ガラと、豚とこの魚介のですね合わさってバランスよく美味しいタレができると。麺と食べた時に邪魔にならない程度の大きさ、細かすぎても存在感がなくなっちゃう。ちょっと難しいとこですけど、その辺バランス見ながら。そうです。はい。あんが少し残る方が結構いらっしゃるんですね。そこに、ご飯を入れてもらって、メニューにもあるんですけども、来来飯っていうものですね。ご飯だとまた違った感じになるので、それも味わっていただきたくて。めっちゃうまいですこれ。ピリ辛だけどオムレツめっちゃふわふわしてて、なんか一緒に食べたらめっちゃ合いますこれ。そうですね。オムライ飯の方はもうずっとオムライ飯。来来麺を食べた後に麺がなくなったらご飯を入れてもいいですよって言っても、オムライ
まあ、うちのじいちゃんが昭和23年宮崎の都城でスタートしたのがまず始まりですね。じいちゃんは韓国の方の出身が名前に雷っていう字がついたんです。ビートするしパンチがあるからイメージ的にも合ってる部分で来来年にしてで日本に来てようやくこう自分でお店を持つことができた。これを潰したくないわけですよね。うちの父が継いだ時にはもう今にも潰れそうなメニューをごっそり減らしたんです。来来ラーメンだけのお店にしてそれからだんだん人が来るようになって父の自慢ですけど都城で唯一行列ができる当時ですね。今はありますけどね、そういう店は。ちょっと大学生の頃宮崎にいたんで6年前ぐらいに行って週1ぐらいで調べたら東京にもあるって書いてあってあ懐かしいなと思って気に入るんですよ。いや東京でやっててよかったなって。お待ちどうさまです。長崎ラーメンです。どうぞ。ラーメンはニンニクも合うので、よかったら声かけてください。でもなんかびっくりさせてやろうもん。高級心が。赤飯餃子天ぷらのライダーが一番神経を使いますね。すごくシビアなんですよ。ちょっとした入れたい火の加減だったりで変わっている。鶏ガラの例えば油の量もそうですけど自信はあるんですけど不安ということですね。多分これ合理的じゃないと思うんですね。他のラーメンは無駄だからやらないのかもしれないですけど気になっちゃってこの人には美味しいのが出せたけどその隣の人には美味しいのが出なかったっていうのが個人的にすごく嫌なんでベストな状態を皆さんに食べてもらえるっていう思いはそのいっぱいいっぱいにあります。この来年もしかりますけどだから一日働いてて食事食うのは基本的には夜だけ一日一食なんですけど満腹の状態で誰かに料理を作っても美味しい料理は多分出せるのかなちょっと疑問。空腹で、よく言えば研ぎ澄まされてるつもりでいるんですよその味覚。そんなに多くはないですね。九州って言えばおそらくもっと来てらっしゃると思うんですけども宮崎っていうと意外と1日1組、ぐらいですかね平均するとだと思います。はい。はい、こんにちは。どうぞ。いい。ありがとうね。アテリアで再開したのが30何年ぶりか、30年近くぶり。そうだからすれ違いじゃないけど、自分の場合はちょっと飲み専門なんでつまみを端から端までちょっと頼んでつまみながら酒を足しながら餃子からかな。ここからね餃子からじゃあ適当にうまいことうまいこと餃子を焼きます。お願いします。個人的なこだわりはニンニクたっぷりです。ニンニクが入ってない餃子はちょっと寂しいですよね。で、うちの初めからちょっとピリッと辛みを効かしてるんでよっ、はい。このつまみはうちはそんなに多くないですけど、ラーメン屋でちょっとビール飲みながら食べたいなっていうぐらいの量しかないですけど、持ち帰りで冷凍でも出してますし、時々イベントに出店したりする。その時餃子。はい、お待ちどうさまです。どうぞ。
あ、同級生の方。同級です。あ、どうもどうも。特にね、俺もそのライラーメンっていうのはやっぱり独特なものなんだけど、すごくやっぱり都城でしか食べてことがなかったものですよね。これやっぱりちっちゃい頃の記憶をこう呼び起こすっていうか、やっぱりそのままですよね、味が。これがやっぱりすごくいいですよね。懐かしいというか、この味がやっぱりあるっていうのが嬉しいですね、すごく。私も宮崎の日向っていうところなんですけど、都城が県の南の方なんです。私は県北北の方で、東京に上京してきてから宮崎ラーメン屋をいろいろ回ってる中で宮崎のラーメン屋があるっていうので知ったのがこのアトリアなんですよね。本当なんで知らなかったんだろうなっていう、なかなか行く機会っていうのが都城まで行くっていうのがないんで、離れてるんです。はい、すごい離れてるんで東京でできたのは実家を継ぎたくないから出てきたんですけども、結局その数年後には飲食の世界に入るわけですね。でその時点でまだ継ぐ気はなかったんですけど、自分でゆくゆくはお店を持ちたいなという思いは当時からあって、修行といえば聞こえがいいですけど、20年弱、いろんなジャンルの飲食を転々としながら、じゃあそれを自分はやりたいんだろうと自分に問いかけた時に、やっぱ一番思い入れがあって、東京の人にも食べてもらいたいという強い思いを抱けるのはこれだなと思う。この店のスタイルというか、実家の味だな。父にもそんな報告をして、じいちゃん当時いないんですよ。亡くなっていないんですけど、じいちゃんが喜んでるよっていう話をされて、3代目である自分とその弟で、続けていかないと、続けていかないといけないと思いますね。また寄って、ありがとうございます。ありがとうございます。どうも。お疲れ様です。こんな都城だけで収まらず、こっちにお店ができて、でお客さんもそういう形でひいきにしてくれるっていう。東京で出すにあたってはもちろんその宮崎から来た人もそうですし、もともとあたりの味を知ってる人もそうだけども、初めて食べる人が「美味しいね」って「これ何?」って「いや実は都城で70何年やってるお店でね」って私のじいちゃんの代からの話もやっぱりするのは嬉しいですしね、誇らしいし。そうですね、家を守る、味を守る、ちいちゃんのこのアタリアっていう店をなくしたくない。これからも続けていくための、やっぱり一番強い思いですよね。